ロシアを倒すにはやっぱりウクライナにロシア本土の攻撃を許すとか強い兵器の提供が必要そうだじょ。たくさんの人がそう思ってると思うよ。なんで強力な武器の提供やロシア本土への攻撃を許可しないのかってね。西側の国々は民主主義国家のウクライナを応援してるんだよね。なのに勝てそうな手段を許してくれないのが納得いかないじょ。一応西側なりの理由があるんだよ。そのあたりについて今回は話してみるよ。納得いく理由かわからないけど聞いてみたいじょ。つるっとチャンネルが始まるじょ。一つ目に、西側諸国は強力な武器を提供したりロシア本土への攻撃を許可することが戦争のエスカレーションにつながることを心配してるよ。ロシアが核兵器を使うことで全面的な戦争や広い国際的な紛争に発展するのを恐れているんだよね。核をちらつかせるだけで西側が敏感になるのをロシアは知ってるんだじょ。だから戦争初期の頃から核を使う詐欺みたいなことをして西側を不安にさせながらウクライナへの攻撃を続けてきたんだじょ。使ったら自分たちも使われるか、ひどい報復を必ず受けるから使う気は基本的にないんだろうけど、プーチン大統領の性格的に負けそうになれば破れかぶれで使うかもね。使うかわからない核を恐れてロシアへの攻撃を手加減してるのか。それじゃあこの戦争はもうロシアを勝たせてあげようと言ってるようなものだじょ。まあ落ち着いてよ。二つ目に、西側は国際法や軍事介入に関する規範で他国の領土への攻撃を厳しく制限している点があるよ。真面目な西側諸国はそれを守ろうとするんだね。そういうこと、国際社会で自分たちの立場を損なわないようにね。自分で自分の首を絞めて正直者がバカを見てはダメだじょ。三つ目に、やっぱり核戦争の回避だよ。核があるロシア本土が攻撃されたら核戦争へのリスクが高まるからだって。核を持ってるだけで勝者なんだ。なら日本も持たないと未来が危ないってことだじょ。核は皆で持つか皆で捨てるかのどちらかじゃないと意味がないかもね。ロシアには強く出れないって決まっているのに支援を続ける意味はあるのかな。支援を長期にわたって行う理由は、ウクライナに軍事的にも経済的にも持続可能な方法で自国を守るための能力を構築してほしいからみたい。こんなにめちゃくちゃな攻撃を受けながら持続可能な方法を生み出すのは難しいじょ。即時的な軍事的勝利だけじゃなく長期的な安定と復興にも重点を置いているってことなんだろうね。ロシアみたいな国と戦うなら即時的な勝利は大事な気がするじょ。西側諸国は自国の安全保障、同盟国との関係、国際的な影響力を考えながら支援の範囲と内容を決めてるってことみたい。そうしているうちにロシアが引き下がる雰囲気でも出ればいいけど、そうじゃないからモヤモヤするんだじょ。ロシアがあまりにも撤退しないなら西側は支援をもっと強める可能はあるのかな。確かに西側がウクライナへの支援をどう強化するかは気になるよね。西側がより積極的な支援に出る可能性はあるよ。ウクライナにより高度な兵器や技術を供与することでその自衛能力を向上させようという声は高まっているみたいだからね。そうこなくちゃ。高度な防空システム、ドローン、電子戦システム、精密誘導兵器、そして長距離砲兵システムの支援に力を入れるとかね。提供兵器もだけど攻撃方法も改めた方がいいじょ。ロシアへの攻撃についての方針変更もゼロではないよ。ロシア本土への攻撃を支持、許容するかどうかについては西側の政治家や政策決定者の間では慎重な議論がされているみたい。でもやっぱりエスカレーションや国際的な緊張の激化を避けたいからそのバランス感の維持について悩んでるみたいだね。その壁にはやっぱりぶつかるんだじょ。そうそう、西側は軍備拡張を超えて訓練や情報提供とか間接的な支援を強化する可能性があるよ。ついに止めてあげたくなるロシア本土への攻撃だけど、それがあれば正直かなり戦況に貢献すると思う。でも西側がエスカレーションや広い軍事衝突を恐れているうちはやっぱりかなり難しそうだじょ。西側は
局地的な衝突を避けつつ和平解決って道を探るだろうから、外交的圧力くらいしかできないかもね。聞くのが遅くて効き目も弱い経済制裁も含めてね。西側としてはできることはすでに全てやっていて、あとは相当ハードルの高い方法しか残ってないんだじょ。結局全て西側の考え方や常識に沿ってやってるから、西側国家同士の問題だったら解決方法があったのかもしれないけど、全く考え方や常識が違うロシアが相手だから、西側基準で何かしたところでどう効果があるのかは不明だけどね。お行儀が良くて何かを決めるときは検討や審議、民主主義国家の弱点とも言えそうだじょ。これが独裁国家はトップにいる悪魔の一言で即決だからね。何でもありな独裁国家、恐ろしやだじょ。今回のつるっとチャンネルはここまで。よかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また見に来てね。